先生。肩に効く。これまっすぐと決めた。これは瞬時にバーンってやると。そしてまた肩落とした後。おお。落とした後。皆さんこんにちは、白川龍です。今日はいつもの動画と違って特別編ということで MMA ファイターの谷地祐介選手に、ご協力いただいて撮影しております。臨場しました。またよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。でいろいろな合気道の動画は谷地選手の YouTube チャンネル、谷地くんチャンネルの方でも公開しておりますので、そちらもぜひご覧ください。ぜひ見てください。お願いします。でこちらの動画の方ではより合気道を深く掘り下げていきたいと思います。で今回は関節技、合気道の関節技を掘り下げていきたいと思います。関節あるんですか？そうなんですよ。いわゆる格闘技の関節技とは意味合いが違うんですね。で通常格闘技の関節技ですと瞬時に相手を痛めて一本取るっていうじゃないですか。でも合気道の関節技は創始者の海藻上柴森平先生が関節のカスを取る。関節のカスを取る。それを現代風に言い換えるならば、合気道の関節技を通して各関節を柔らかくして血流を促すというすごい話だな。リンパマッサージじゃないですか。正しく血流を良くする。そうですね。正しく行えば痛めるどころか健康になっていく、関節が柔らかくなっていく可能性がある。正しく行えば。本当ですか？にわかには信じがたい。信じがたい。そこが意味合い違いますよね。壊す目的と関節。相手の関節に至っては柔らかく相手の関節を痛めるどころか柔らかくなる可能性。そこら辺ちょっと谷地選手と共に一緒に体感よろしくお願いします。お願いいたします。はい、ちょっと見させていただきます。僕も後で肩こりなんで。あ、そうです。肩にもいいです。本当ですか先生？本当です。で最初一番やりやすい交差取り2強裏って技なんですけど、このままいってもいいんですが、またなるべくぶつからないことが重要なので、相手に弱い横に来ます。そしてこういう関節技なんです。ですごい効果的にすれば手刀で実はるんですけど、これって手の刀で相手のエネルギーを切ってしまうんですよ。でこれは痛いやつ。でも柔らかくこう入っておくと手首も柔らかくなるし、相手の腰をくすぐる。また格闘技とは違う柔らかさなんです。ここから柔らかいです。でも痛いですけど伸びる感じじゃないです。で反対もいくんです。左右なので左右柔らかくなる。こういう感じなんです。また格闘技とは違う柔らかさあります。確かに。これしゃがませる技なので、これ自然に力の流れに沿ってしゃがむと柔らかくなるんですよ。これ毎回我慢してる手首負担がある。ああ、そういうことですね。でこれは瞬時にバーンってやると痛む。もうこれなら痛めます。絶対痛めます。はい。絶対痛めます。ダメですよ先生。はい。ストレッチみたいな。これもまたさっきと同じで足も。肩に効く。これまっすぐ。でこれ手首なんですけど、さっき肩切ったっていうのは、これはこれで終わりじゃなくてうつ伏せにしてこういうこれ肩を治療に見えなくもない。いや全然治療じゃないよ。やり方はグシュッてやれば痛めるだけなんで痛めること目的じゃないので柔らかい。痛いや痛くはないですよ。ストレッチみたいになってますよやっぱり。はいでも荒行事ですけれどもまた格闘技とは違う感じ。そうですね。一緒と安選手のここから相手の腕捕まえたらまず手を合わせる。そうするとこっち反対手でそうするだけでちょっと相手離れにくくなるんですよ。でこのまま力の方向を胸とこう真ん中に持っていく。そしてあと半身取るというのは力逆ですね。こっちはシュートないので指先の方にグーッといくと気持ちいい。なるべくただ痛めるだけ深くいかないといけないので、だから力を直線的ではなくてこう入ると深い。そうそしたらもう相手がしっかり鍛えると本当にそこは全然痛くないんですよ。でも柔らかくなってくるんですよ。なるほどね。これゆきおさんぜひ。そしてこう伸びちゃうので、
違う曲げ方してんじゃんか。そうですね。違う曲げ方。違う関節決めてんやんけ。こっからこう持ってって肘も。痛い。そもそも硬いから。硬いから。そう。でもそれやっていくと柔らかくなるんですね。嘘でしょ。本当です。はい。で、口の関節。硬いんだねやっぱね。そう。はい。でさっき膝蹴り。うつ伏せにこう肘を押さえるテコを張ったらそう。そしてまた肩こっちの方向性こう膝で肩挟んでいただいてそしたら自然に手が曲がる方向なのでそう畳みただけ筋膜が。なるほどね。違いますよね。違いますね。感覚が違う。普通の格闘技とは違ここがやっぱりでもやり方悪いとやっぱ痛いです。そうですね。なるべく繊細に柔らかく力ぶつからないように柔らかく受けも柔らかいので肩も手首も柔らかいでも本当ぶつからないようにすごいな。面白いっすね。稽古では本当はいろんな形があってこれ落とす技なんですけど落とした後に上げたり落としたりいろいろつながりがあるんですけど稽古してるうちにだんだんこれも柔らかくなってくる。そっか。右京さんもやればもしかしたらこれってもうでもいくつ何歳からでも始めれるんですか？女性の方とかでも。始めれますね。戦いではないので、お互いが痛めつけるわけじゃなくて、この関節って生かす、相手を合気道で生かす部分なので、投げる人が主体じゃなくて、受けも取りもお互いが生きていく。いい技をすれば相手の体を壊すどころか、相手の体が健康になっているということなんですよ。これってで袴着てたら段持ちなんですか？そうなんです。初段以上が袴を履けるんですね。これ履きたいねんな。でどうやって稽古日数っていう試験があるんで、稽古日数でクリアして稽古日数満たしたら試験を受ける資格があるんですよ。そして型があってこの型をしてくださいっていうのを先生の方に見せて昇級していく。稽古を積まないとやっぱりそうか、どんなにうまくてもそうです。歴史が必要なんですね。稽古日数積むことでしっかりと体に型を染み込ませる。先生は合格とかつけたりしてるんですか？そうですね。一応審査も審査与える側になってるんですか？与える側だって6段ですね。一応愛会の規定では指導者で5段までが指導員で6段以上の指導者が師範。師範なんですね。でもまだまだで本当に上の先生方も7段8段本当私まだまだ上の先生のでも90歳ぐらいの方って9段のもう忠瀬師範って方はもう本当に90歳でやっぱ違うんですか？もう本当に年齢から技って本当に合気道って体力は取れて技は切れていく。技はもう本当に技が発展していく。技の精度が上がっていく。そしてやっぱり本当にその年齢より若く見えますよね。ちょっと凛としてますよね、先生方です。素晴らしいですよ。やっぱり障害武道なので引退しないと一生涯やっていく。そして相手を痛めつけるものじゃないので、そのやっぱ精神性っていうのは素晴らしいですね。今回は一応2強裏っていうのを紹介した。また今度次回違う関節技を紹介したいと思います。はい。またよろしくお願いします。すみません、ありがとうございます。脇締めたらここまではいいんですけど、ここを体をしてたらダメだ。内側に。本日もご視聴ありがとうございます。ここで CM です。BAB ジャパンより合気道を極めよう第1巻2巻が好評発売中です。見れば真似したくなるをテーマにいろいろな合気道の技を紹介しております。第1巻はいろいろな合気道の技に加えて受け身についても詳しく解説。第2巻は健常、そして体が柔らかく強くなる補助運動についても解説しております。見るだけで楽しく、そしてモチベーションが上がる作品となっておりますので、皆様ぜひご覧ください。よろしくお願いいたします。